んにちは、ギタリストのゴッドスピードです。この動画では Vivix のケンパープロファイリングでイン東京リグバック Vol.4.5 のデモ曲の中でギターがどのような音でレコーディングされ、どのようにミックスされたかをご紹介します。まずはリズムギターを取りっぱなしの状態で聴いてみましょう。こんな感じで、ほぼ完成形で取れるようにリグは作ってあるんですが、それぞれどのように EQ などの処理をしたかを見ていきます。まず最初に入ってくるのがこれですね。若干おまじない的な UAD のマンレーのコンプレッサーです。これは何をしているものかというと、5弦、6弦とかが膨らんでしまったものを若干ジェントルに抑え込んでくれるコンプレッサーです。そんなに大きく効いてはいません。で、その後の方が重要で、オゾン9のスペクトラルシェーパーが入っています。これは青いゾーンにある、成分がスレッショルドを超えた時に、削ってくれるというものなんですけれども、主にブリッジミュートだったりとか、それこそそのサステインノードですね、5弦6弦のディストーションのサステインの成分でどうしても突発的に膨らんでしまうローエンドっていうのを抑え込んでくれます。この今青い部分がリダクションだったんですけども、その分だけタイトになっているのがわかります。で、それぞれのトラックに、エフェクト処理をした後にバスにまとめてここで EQ をかけています。この EQ がかなり重要です。オンオフしながら聴いてみましょう。かなりおとなしくなったのがわかると思います。それぞれのノードを解説していきます。1番のノードに関してはローエンドをブーストしているんですが、これに関しては全ての曲でやるというよりは、この曲を聴いた時に最終的にギターでもうちょっとローエンドを持ち上げられるなと思ったので入っているものです。なので全ての楽曲でやるものではありません。で、2番のノードに入っているもの、これはですね、主にベースとぶつかってくる帯域なので、ここをカットしてあげることによってベースがもうちょっとしっかり聞こえるというものです。どういう音かというと、ここですね。ここを若干カットすることによってベースが聞こえやすくなります。で、5番のノードはこれがミッドなんですけれども、ここが出ているとどうしてもその左右のリズムギターの音符がふわっと膨らんで中央を圧迫してきて、ボーカルだったりスネアだったりリードギターが聞こえづらくなってくるので、しっかりとカットして、タイトな、ソリッドな、リズムギターを作っています。こんな感じです。で、この辺がエッジの部分ですね。チリチリした音になるのでカットしています。こういう成分ですね。はい。で、さらにその上の帯域なんですけども、これも結構ジリジリしてくるので、あんまりここが出ていると若干チープな印象になるのでカットしています。こういう音です。こういう音なのでカットして、結構いい感じに聴いてるのがわかると思います。で、その後にローパスが入っています。このローパスもその使ってるマイクだったりとか楽曲によってローパス入れないことも当然あるんですが、この曲においてはここがあると若干シンバルの邪魔だなというふうに感じたのでローパスしています。はい。で、ここに8番に、非アクティブになっているノードがあるんですが、これはリードギターが入ってきた時にオンになります。こういう耳にきっと刺さってくるような、帯域の部分なので、ここをカットしておけばリードギターがより自然に聞こえやすくなります。で、この EQ が入った後に若干、エキサイターで倍音を足しています。でも若干です。若干のギラつきみたいなものが出ているのがわかると思います。で、こうしてリズムギターを作ったら、あとは、次リードギターを見ていきましょう。リードギターなんですが、最終的にこういう音です。で、これが取りっぱなしの状態だと、ほぼ完成形で取れていることがわかると思います。一つ一つエフェクトを見ていくと、まず EQ が入っています。ローミッドと、あとハイのエッジの部分がカットされています。はい。
で、あとここに大きなカットがあるんですが、これダイナミック EQ のノードで何のために入っているかというと、この曲の終わりで、ロングノートがあるんですけども、ここで気温が膨らんでいる部分だけを落とすことに、作用しています。なので、他の部分ではこのノードは反応しません。という EQ が入った後に、リードギターにも若干おまじない的にこのバイオンが足されています。でもこれもほんのちょっとです。で、その後に空間形をつけていきます。空間形、まずは最初にアンビエンスをつけます。ただまあこういう歪んだギターに対してあんまりアンビエンスをつけていくとそんなにいい結果にならないので、本当にさりげなくつけます。どちらかというと次のディレイの方が重要です。ディストーションギターというのは非常に広い帯域にまたがっている楽器なので、あまり深いリバーブをかけてしまうと全て他の音が洗い流されてしまうので、そうではなく響いた感じだけ出しながらミックス上のリソースを確保するという意味合いでディレイで広げていくのが、戦略としては非常にいいんじゃないかなと思います。で、ディレイとアンビエンスで空間がついたら、あとはコーラスですね。コーラスがかかることによってセンターにソリッドに存在していたリードギターが若干ぼやけて左右に広がるような効果が得られます。本当に若干ですけれども。で、その後にですね、チャンバーのリバーブが入ります。チャンバーのリバーブは、先ほど言ったようにディレイの方が重要なので、そんなに深くかけないようにしています。で、これらを全部つけていくと、こんな感じになります。で、この曲にはもう一つ非常に重要なギターパートがあってですね、ここにアルペジオがあるんですが、こうやって奥で広げていく、アルペジオですね。これが元はどういう音だったかというと、まあ、しっかりアタックが聞こえてくる、しかも結構エッジの立った、アルペジオの音なんですけれども、どういうふうに加工していったかというと、まず最初に、コンプレッサーですね。まあ、全体は若干ジェントルに鳴らしていくものです。そんなに粒立ちが欲しいわけではないので、なるべくジェントルにコンプレッションをかけていきます。で、その後にイコライザーが入ります。イコライザーでは、ミッドからローミッドにかけてかなり大胆にカットされています。ここが開くことによって、リードギターとあとリフですね。リフがしっかりと手前で響くだけのリソースを確保することができます。で、あとはここにエッジの帯域もカットされているんですが、ここはピッキングのアタックが突き抜けてこないようにするためのカットです。この成分ですね。はい。で、この EQ が入った後に、これ面白いんですが、ミキサーディレイというプラグイン、キュービスのプラグインなんですけど、これをかけて、モノの、波形なんですけれども、左側と右側で、出てくるタイミングを5ミリセックずらすことによって、信号としては真ん中にいるんだけれども、聞こえてくる方向はハース効果で左に寄るというものです。これを使ってあげると、本当に信号、フェーダーは真ん中に触れてるんですけど、左から聞こえてくるという状態になります。で、これと同じことを逆側に対して右チャンネルにもやってあげると、こんな感じで真ん中が抜けてしまいます。で、これを普通にパンナーで L と R に振ってあげると割と音像がソリッドなまんま、離れていくので、こういうふうに奥の方でぼやかしたいときはこの方法でやると音像もいい感じにぼやけてくれます。で、あとはアンビエンスとディレイをつけて、で、この2つはそんなに重要ではないんですが、しっかり奥まった遠くから鳴っている感じを出すために、ここに非常に長い大きいリバーブをかけます。で、このリバーブなんですけれども、リバーブ側のウェット音のアタックをしっかりと潰してあげているので、そのドライ音のアルペジオのアタックに対してその後にすぐもう一回アタック音がダダンと遅れてくるという感じにならないように注意しています。で、これで3つのギター等の解説が終了したので、全部せーので鳴らしてみると、こういう風に完成しました。